こんにちは、稲香です。留萌本線の廃止まで残り3週間を切りました。当チャンネルでは今年廃止される4駅をご紹介しましたが、続いては先んじて廃止された石狩沼田駅から増毛駅間を動画にしていきたいと思います。というわけで今回は現在の終点石狩沼田駅の2駅となり、海老島駅跡のご紹介になります。海老島駅は北海道沼田町にあった JR 留萌本線の駅で1910年に開業しました。この駅は留萌本線だけでなく1930年に留萌鉄道が開業しています。留萌鉄道は石炭を留萌港に輸送するために設けられ、当駅からは 17.6km の単行線が分岐していました。旅客運行も行われ、1950年代には最盛期を迎えましたが、炭鉱の閉鎖に伴い1969年に営業休止、1971年に全線廃止されました。留萌鉄道の接続駅から単なる途中駅になった海老島駅は徐々に縮小していきます。こちらは1948年の駅周辺の航空写真です。駅構内はかなり広く、転車台もあります。矢印の線路は留萌鉄道の線路です。周辺の建物も多く、にぎわいが見えます。こちらは1977年の航空写真です。ずいぶん寂しくなりました。前述の通り、留萌鉄道は1971年に廃止。離れたところに路盤が残る程度で、駅構内の施設はほとんど撤去されてしまいました。留萌本線側に目を向けてみると、跨線橋が新しく設けられています。ホームは2面3線で千鳥式だったようです。続いて2024年の航空写真を見てみましょう。民家がほとんどなくなりました。島式ホームも撤去されていて、一面一線に駅も駅周辺も王子のにぎわいは全く見えません。私は2015年夏、2018年夏、2022年夏、2023年冬に訪問。立派な木造駅舎が残っていました。足もい駅と駅名標が掲げられています。1999年に放送された NHK の連続テレビ小説すずらんのロケ地であったためです。駅舎に入ってみましょう。ドラマをイメージした人形が設置されています。こちらは駅名標。こちらは運賃表。増別駅、幌中駅まで13円。嘘です。こちらは駅舎ではありません。駅舎はこっちです。先ほどの駅舎っぽい建物はドラマ撮影用に作られたセットになります。増別駅、幌中駅は劇中に出る架空の駅みたいです。よく見ると駅の周りには他にもセットが残っていて、こちらは駅長の家のセットだそうです。こちらは馬小屋のセットだそうです。ちょっと離れて駅前に立派な旅館があります。これはドラマにも使われましたが、かつて本当に旅館として営業していたそうです。海老島駅自体にはトイレはなく、代わりにこの旅館の横にあるトイレの使用が可能でした。廃駅後も利用可能みたいですが、当期は閉鎖しているので注意が必要です。ロケセットの駅舎も2015年に行った際は
たまたま開いていましたが、現在はゴールデンウィークなどに開放されるみたいです。こちらは冬の様子です。すごい雪です。駅長の家や馬小屋のロケセットは雪下ろしされることなく埋もれていました。そろそろ本当の駅舎の紹介をしたいと思います。ドラマ用に装飾が施されていますが、もともとは北海道によくある貨車駅です。おめかししても我々の目はごまかせませんよ。中はこんな感じで、まあよくある貨車駅です。廃駅のお知らせが虚しいですね。こちらは2018年の運賃表です。こちらは2022年の運賃表です。こちらは2018年の時刻表です。深川駅方面が9本、留萌駅方面が7本でした。こちらは2022年の時刻表です。だいぶ減便されてしまい、深川駅方面が7本、留萌駅方面が6本に、なおいずれも始発の留萌駅行きは当駅を通過していました。ホームは一面一線です。こちらは深川駅方面。こちらは留萌駅方面。以前あった千鳥式ホームは見る影もなく、こちらは駅名表です。冬はもちろん大量の雪です。鉄道がなくなった今、海老島駅のアクセス手段は沼田町営バスになります。2023年は上下4往復でしたが、留萌本線部分廃止後に代替バスが設定され、現在は下り5本、上り6本になりました。もともと留萌本線が上下 6.5 往復あったことを考えると、大幅減便ですが、乗り合いタクシーと上下1本高速バスだけで、実質代替バスが用意されなかった海老島駅から留萌駅間と比べれば、はるかにマシではあります。駅周辺の留萌鉄道の遺構はほとんど残されていませんが、唯一かつ多くの人がスルーしていそうなのはこちら。かつての留萌鉄道の本社建屋です。屋根は抜け落ちて外観もボロボロです。長く伸びる煙突の存在感がすごいですね。駅のホームからも見ることができました。こちらは駅前通りです。とても雰囲気が良い鳥居もあります。冬の様子はこちらになります。鳥居の前は除雪されておらず、参拝できません。駅前が衰退した駅はいくらでも見てきましたが、海老島駅周辺は他の駅にはない寂しさがあります。うまく表現できないのですが、駅前の道道は全く車通りがなく、廃墟すらほとんどないレベルで、建物もまばら。でも未だに鳥居や消防団の倉庫があったり、かつて賑わっていた時代の香りが本当にわずかだけ感じ取れるということでしょうか。廃駅後は訪れていませんが、留萌本線が生きていたこともアクセントになっていたと思うので、今言ってもあの感覚は感じ取れないのでしょうか。いかがだったでしょうか。バスもあり、意外と訪問は難しくない海老島駅やと、また2023年に廃止された留萌駅からマップ駅はまだ遺構も多く残っているようなので、合わせて訪問してみるのもいかがでしょうか。そ
それではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。